ここに捕まってまだ1ヶ月にも満たないのに、どんどん人が減っていく。エマさん、何のお話ですの？脱獄に関して話し合いたくて。実はね。エマっち懲りないね。脱獄って騒ぎ立てたせいで殺されかけたのに。それで集合させたんならあてしはパス。仲良く脱獄話なんてしたくねえから。でもさ、ココちゃん聞いて。期待させるだけさせといて最悪な結果になったばっかじゃん。もう巻き込むなーっての。待ってよ、ココちゃん。わかんないかな。おめえと一緒に行動するのが嫌だっつってんの。ごめんね。別にエマッチのことだけじゃないよ。誰ももう信じらんないっつうこと。誰がどこで殺意を抱くか分かったもんじゃない。一人でいるのが一番安全じゃん。そんなことないよ。申し訳ないけれど、私もココちゃんと同意見。これ以上の馴れ合いは避けた方がいいと思うの。そんな、マーゴちゃんまで。関係を結べば結ぶほど、おかしな確執が生まれていい結果を生まない。相手に対するほんの少しの違和感が大きく膨れて、殺人衝動へとつながっていくのなら、私たちは一緒にいない方がいいのよ。それって全員が単独行動した方がいいということでしょうか？そうなるわね。ねえ、エマちゃん。いい加減気づいたら？何を？私たちに絆なんてないのよ。エマちゃんだっていい加減私のこと信じられなくなっているでしょ？自分に利益がなければ私は手を差し伸べないわ。ごめんなさいね。僕たちには絆なんてない。絆なんて僕がただ願望で抱いただけの幻想だったのかな。二階堂、城ヶ崎、蓮見、佐伯、夏目。5人も犠牲になった。もう十分思い知ったろ。どうしよう、何か言わなきゃ。でも、何を言えばいいのかわからないよ。他のみんなも、ココちゃんやマーゴちゃんみたいに思っているのかもしれない。もう誰のことも信じないで、一人でいるべきだって。一人は嫌だ。怖いよ。エマさん、やりましょう。シェリーちゃん、何を？仲良しグループをです。言われっぱなしで悔しいじゃないですか。私たち、ちゃんと仲良くなってますよね？なら見せつけてやりましょう。私たちは離れたりしません。ずーっと仲良し。シェリーちゃん。まったく、空気読めない奴はこういう時、ちょっと助かったりしますわね。恥ずかしげもなく、うすら寒いことを言えるんですもの。うすら寒いなんてひどいです。思ったことを言っただけなのに。私、あなたのこと褒めてますのよ。褒められてる気がしません。褒め言葉なら、シェリーちゃんかわいい大好き、偉いね、すごいね、天才とか言ってください。誰が言うか。仲良しなのを見せつけるって言ったじゃないですか。喧嘩は良くないです。メルルちゃん、
あの二人はあれで仲いいんだと思う。きっとストレス発散にもなってるんじゃないかな。そうなんでしょうか。ストレス発散。ねえみんな聞いて。やっぱり一人で行動するのが正しいとは思えないんだ。誰かと一緒にいる方が絶対楽しい。一人で思い悩んでたらストレスだってたまる。それって良くないよね。そうですわね。ストレスが強まれば魔女になってしまいますもの。うん。だから楽しいことをもっとしようよ。楽しいことですか？この牢屋敷が僕らを魔女にしようってつもりなら、それに従ってなんかやらない。もちろん、脱獄は計画したいけど、息抜きだって必要だよね。みんなで思いっきり、パーッと遊ぼうよ。おー、いいですね。他の子たちにも仲良しなのを見せつけられます。そうね。悪くない考えだと思いますわ。別に仲良しグループでいたいわけじゃありませんけど。私たちは、私たちのやり方でいきましょう。でも、遊ぶって何をするのかしら。エマさんにいいアイディアがあるんでしょ？ごめん、思いつかないや。ピクニックとかはどうでしょうか？牢屋敷の外は広いですし、みんなでお出かけ気分になれると思います。おー、それで行きましょう。みんなでピクニック。私、お弁当作ります。仲良しピクニック大作戦ですね。はみんなでピクニックか。そういう時間を求めていたのは、きっと誰より僕だ。楽しい時間を想像すれば、まだ頑張れる。あ、そういえば。これは、一旦僕の中にだけ留めておこう。期待を持たせて巻き込んじゃいけないよね。もっと確信を得てから報告しよう。あれ？ここってどこだっけ？魔女とか裁判とか殺人事件とか全部悪夢だったんだ。僕は囚われてなんかなくて、こうやって学校にいる。そうだ、急がないと授業が始まっちゃう。教室を見ちゃダメだ。傍観者になっちゃダメだ。中にいる子を見ちゃダメだ。その声を聞いちゃダメだ。目をそらさなきゃ、耳を塞がなきゃ。僕の心が壊れ。ああ、エマ、待っていましたよ。あいつもこいつも、醜いですよね。生きているだけで、汚いですよね。みんな、死ねばいいのに。夢？なんでだろう。すごくだるい。全身が痛い。体調崩しちゃったのかな。そうだ、今日はピクニックに。エマさんおはようございます。今日もいい天気ですよ。朝食を取りに行きましょう。あら、
エマさん？エマさん、具合が悪そうです。ひんやりしてて気持ちいい。熱があります。大変です。すぐに医務室に。そんな、大したことないよ。ちょっと寝てれば治ると思う。でもごめん。ピクニックは延期にした方がいいかも。そんなの気にすんなですわ。ですです。エマさんが元気になったら、また開催しましょう。今はゆっくり寝ててください。私、いろいろ準備してきます。お薬とか、水分とか、タオルとか。せっかく企画したのに。みんな、本当にごめん。何も見つからない。まだ諦めちゃダメだ。きっと脱出につながる何かを前の囚人が残してくれているはず。なんだろう。石みたいだ。何か手がかりになるものかと思ったのに。看守や獄長の目を盗んで何かを隠したなら、こんな浅い場所に埋めるはずない。もっと深く掘らないと。絶対外に出るんだ。熱が下がったのかも。いつもより体が軽い。エマさん、おはようございます。元気になってよかったです。メルルちゃんおはよう。たくさん心配かけちゃってごめんね。これから朝食に行くの？いいえ、ピクニックを決行するとのことなので、お弁当を作りに医務室へ。医務室でお弁当って作れるの？食堂のあれをバスケットに詰めるのかなって思ってたんだけど。牢屋敷の外には野草やハーブがたくさんあります。いいよね。いろいろ採取しておいたんです。森の方まで行けば、キノコや木の実もあるんですよ。キノコは気をつけないといけませんけど。へえ、知らなかった。食堂でいつも食べているものじゃ寂しいかなと思ったんです。少しでもみんなに笑顔になってほしいんです。私にできることなんてこれくらいで。メルルちゃんは優しいね。きっとナノカさんもそういったもので生活しているのじゃないでしょうか。お腹を空かせているんじゃないかと、とっても心配です。そうだよね。ナノカちゃんは行方不明のまま、どうして見つからないんだろう。外で生活していたら、辛いと思います。ナノカちゃんのことも探さないとね。実はもう脱獄できてるとかならいいんだけど。アリサちゃん、一体何を？関係ねえだろ。ヒカミ、例のブツはどこだよ。例のブツ？
渡せません。ああ、おめえ逆らうつもりかよ。話が見えないんだけど、乱暴なことはやめて。メルルちゃん、大丈夫？メルルちゃん、アリサちゃんと何かあったの？ここに捕まってすぐ、アリサさんが眠れないって訴えてきたんです。薬品棚に精神安定剤や睡眠薬があったので、いくつかお渡ししたのですが、どうやらアリサさんは大量服用しているみたいで。大量服用？それって良くないよね。はい。すぐに薬を切らしてしまって、次から次に欲しいと。そんなの、体に良くない影響が出ます。とっても浅はかでした。辛そうなアリサさんを見てられなくて、私は、言い訳なんてできません。私は加害者です。そんなに気に病むことないよ。メルルちゃんはアリサちゃんを心配しただけだし、アリサちゃんは元気だし。はい。今のところ影響は出ていません。でも、この先はわからないです。これがアリサさんの探していた睡眠薬です。強いお薬でよく効くので、アリサさんのお気に入りになってしまって。私、それでこの薬を隠したんです。しばらくこの薬は渡せないって。ずっと隠すつもりはなくて、もう少ししたらまたお渡しするつもりでした。そんなことが。メルルちゃん、お弁当作ろうか。何を手伝えばいい？そうですよね。今日はピクニックですもんね。みんなが笑顔になるお弁当作りましょう。私は材料を出してくるので、そうですね。エマさんは薬を片付けてもらってもいいでしょうか？もちろん。ここはしっかり調べたことなかったけど、すごいたくさんの薬がある。